こんにちは、ゆきです。今回はこんな感じのキラキラとしたアイスキャンディーを作っていきたいと思います。まずはシフトプラス A からメッシュの中の立方体を選択します。そうしたらサイズを小さくしていきたいので、こちらのアイテムを開きましょう。寸法の XYZ をすべて選択したら 0.1 メートルに変更します。こんな感じで10センチの立方体になれば OK です。スケールを1対1対1に戻してあげたいので、コントロールプラス A、スケールを適用してあげます。では、形を整えていきましょう。タブキーをして編集モードに移動します。まずは SZ で薄くしていきましょう。SX で細くしていきます。もうちょっとだけ薄くして、だいたいこんな感じの形になればいいかなと思います。ここまでできたら、モディファイヤープロパティからモディファイヤーを追加、サブディビジョンサーフェスを選択して、両方の数値を4まで上げておきます。タブキーをしてオブジェクトモードに戻ったら、右クリック、スムーズシェードを適用してあげましょう。では、形を整えていきたいと思います。もう一度タブキーをして編集モードに移動しましょう。面選択に切り替えたら、上の面と下の面をシフトを押しながら選択します。コントロールプラス B でベベルをかけていきましょう。マウスホイールを1回だけ回してセグメントを増やしてあげます。今度、この下の部分は角張らせて上の部分を丸くしていきたいと思います。まずは下の部分を調整していきましょう。コントロールプラス R で真ん中に1本辺を挿入して右クリックで位置を固定してあげます。GY で移動していきましょう。点キーの7を押して上からの視点で見てあげるとちょっとわかりやすいかなと思います。GY で位置を調整してあげましょう。では続いて上の方も丸くしていきたいんですけど、その前にこんな感じの縦長のくぼみを作ってあげたいと思います。まずはコントロールプラス R でこの Y 軸方向に1本辺ループを挿入してあげましょう。続いて面選択に切り替えたら1、2、3、4こちらの4つの面をシフトを押しながら選択してあげます。I を押して面を差し込んでいきましょう。このままだと一緒に面が動いてしまうので、もう一度 I を押して I を2回押すことでこういう風にそれぞれに面を差し込んであげます。続いて今ちょっと長すぎるかなと思うので SY で縮小していきます。位置ももうちょっと下の方に移動していきたいので GY で移動していきます。ここまでできたらくぼみを作っていきたいと思います。ちょっとこのままだと見にくいかなと思うので、透過表示をオンにしておきましょう。4つの面選択できている状態で E、S、Z の順に押してこんな感じでくぼませていきます。では、透過表示をオフにしてみると、ちょっとくぼみの形がこの長い楕円形のような感じになってしまっているので、もう少しだけ角のある四角形にしていきたいと思います。まずはコントロールプラス R で1本辺を挿入していきます。点キーの7を押して上から見るとこんな感じでガタガタとしてしまっていると思うので S、Y、0 の順に押してこんな感じで一直線にしてあげましょう。そうしたらコントロールプラス B でベベルをかけていきます。マウスホイールを回してセグメントを減らしてあげましょう。こんな感じで移動できたらもう少しだけ下側はもうちょっと下に移動していきたいので Alt を押しながらこちらの辺を一周選択してあげて GY で移動していきます。こんな感じの位置に来ればいいかなと思います。では上の方もうちょっとだけ丸くしてあげましょう。点キーの7を押して上からの視点に切り替えたら頂点選択に切り替えます。透過表示に切り替えたらこちらとこちらをシフトを押しながら選択してあげます。まずは横幅を狭くしてあげたいので SX でこんな感じで内側に入れ込んでいきます。続いて GY で移動していきましょう。そうするとこんな感じで丸くなるかなと思います。もうちょっとだけ横幅広げておきます。SX で広げてだいたいこんな感じですね。アイスの形は完成したので今度この棒を作っていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の立方体を選択しましょう。タブキーをして編集モードに移動したら S で縮小していきます。内側に入り込んでしまって見にくいので透過表示をオンにしておきます。だいたいこんな感じのサイズにできたら SZ で薄くしてあげましょう。続いて SY で広げていきます。あとは GY で移動していきましょう。だいたいこんな感じでいいかなと思います。ではもう少しだけ角を丸めてあげましょう。
モディファイヤープロパティからモディファイヤーを追加、サブディビジョンサーフェスを選択します。両方の数値をドラッグして選択したら3に切り替えておきましょう。では形を調整していきたいと思います。タブキーを押して編集モードに移動したら面選択に切り替えて先ほどのアイスキャンディーと同じように上の面と下の面を選択してあげます。コントロールプラス B でベベルをかけていきましょう。マウスホイールを1回回してセグメントを増やしておきます。ではあと端っこをもう少しだけ角張らせていきたいのでコントロールプラス R で真ん中に辺を1本挿入して右クリックで位置を固定してあげます。続いてコントロールプラス B でベベルをかけていきましょう。マウスホイールを1回また回してあげてセグメントを減らしてあげます。こんな感じの丸みにしてみました。ではモデリングは終了したので今度マテリアルの設定をしていきたいと思います。そのためにライトと背景を設定していきましょう。まず背景を作りたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の平面を選択します。こちらとこちらをシフトを押しながら選択したら点キーの1を押して正面からの視点に切り替えて GZ で上に上げていきます。こちらの X 軸上にこのアイスキャンディの下の部分が当たるぐらいにしてあげてください。こちらの棒をスムーズシェードにしてなかったのでオブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェード適用してあげます。ではライトも追加していきましょう。レンダープレビューに切り替えて見ていきたいと思います。こちらのレンダープロパティからレンダーエンジンをサイクルスにしておいてください。ではシフトプラス A からライトの中の3を選択します。点キーの1を押して正面からの視点に切り替えたら R でちょっとだけ回転していきます。また点キーの3を押して横からの視点に切り替えたら R でこんな感じで少しだけ回転してあげます。そうするとこの左上の方からライトが当たる感じに変わるかなと思います。ではライトを選択した状態でこちらのオブジェクトデータプロパティから強さを10まで上げます。角度も15度ぐらいまで上げておきましょう。ライトの設定もできたので早速マテリアルを設定していきましょう。シェーディングタブに移動します。こちらもレンダープレビューに切り替えて点キーの7を押して上からの視点に切り替えて見やすくしておきましょう。ではまずはこちらのアイスキャンディのマテリアルを設定していきたいと思います。まずは新規をクリックします。シフトプラス A から入力の中のテクスチャ座標、テクスチャの中のノイズテクスチャ、コンバーターの中のカラーランプを選択します。テクスチャ座標のオブジェクトとノイズテクスチャのベクトル、ノイズテクスチャの係数とカラーランプの係数、カラーランプのカラーとプリンシプル BSDF のベースカラーをつないであげましょう。つなぐことができたらまずはノイズのサイズを変えていきたいと思います。こちらのノイズテクスチャのスケールの値を50ぐらいまで上げていきましょう。そうするとこんな感じでノイズが目立つようになってくるかなと思います。もうちょっと細かいノイズにしていきたいのでこちらの細かさを15まで上げていきます。ノイズテクスチャの形を変えることができたら今度カラーランプで色を変えていきましょう。まずはこちらの黒い色を変更していきます。紺色っぽい感じのちょっと暗めの青色にしていきます。もう片方はもうちょっと明るい水色にしていきたいと思います。片方色を変えることができたらもう片方のカラーストップを選択してこちらも色を変えていきましょう。左右を近づけてコントラストを強めてあげたいと思います。ではここまでできたら透明にして色を確かめていきたいのでこちらの電波の値を1まで上げていきましょう。今ちょっとくすんでしまっているのでこちらの粗さを 0.2 まで下げておきましょう。そうするとツヤツヤした感じに変わると思います。ただちょっと暗すぎたみたいなのでもうちょっとカラーを調整していきましょう。こちらの明るい方を左に寄せていくと徐々に明るさが増してくるかなと思います。色をつけることができたらこんな感じでキラキラした模様をつけていきたいと思います。まずはシフトプラス A からテクスチャの中のボロノイテクスチャとベクトルの中のマッピング、コンバーターの中のカラーランプを選択します。テクスチャ座標のオブジェクトとマッピングのベクトル、マッピングのベクトルとボロノイテクスチャのベクトル、ボロノイテクスチャの距離とカラーランプの係数、カラーランプのカラーとプリンシプル BSDF の放射をつないであげます。まずはボロノイテクスチャのこちらのユークリッドというところをクリックしてミンコフスキーに変更します。スケールをとりあえず300ぐらいまで上げておいてください。
続いてこちらのカラーランプの黒と白のカラーストップを近づけていきます。黒と白は反転しておきましょう。そうするとこんな感じでダイヤマークみたいな模様ができてくるかなと思います。今全部真っ白なのでこちらに色をつけていきたいと思います。シフトプラス A からカラーの中の RGB ミックスを選択して、こちらのカラーランプのカラーを RGB ミックスの色1につなげて、RGB ミックスのカラーを放射につないであげます。続いてこちらのノイズテクスチャとカラーランプをシフトを押しながら選択したら、シフトコントロール D でこんな感じで複製してあげます。カラーランプのカラーを RGB ミックスの色2につないであげましょう。ミックスを乗算に変更します。係数は1まで上げておきましょう。こちらのカラーランプの色を変えていきましょう。適当に色を変えてあげるとこんな感じで光の色が変わってくるかなと思います。光がちょっとまだ弱いのでこちらの放射の強さを上げていきます。10ぐらいまで上げるとかなりキラキラして目立つように変わるかなと思います。続いて今こんな感じで全てまっすぐに同じ方向を向いてしまっていてちょっと変なので、もう少しだけバラバラにしていきたいと思います。シフトプラス A からテクスチャの中のノイズテクスチャとコンバーターの中の数式を選択します。テクスチャ座標のオブジェクトとノイズテクスチャのベクトル、ノイズテクスチャの係数と上の値、数式の値とマッピングの回転をつないであげましょう。つなぐことができたら加算を乗算に変更しておきます。そうするとこんな感じでかなりバラバラな感じになってしまったんですけど、ちょっと形が崩れすぎてしまっているので、まずは乗算の値を 0.1 ぐらいまで下げておきます。ではノイズテクスチャ調整していきましょう。細かさを0まで下げてスケールを大きくしていきます。そうするとゆらゆら動いてくると思います。ちょっとこの状態だと見にくいのでシフトとコントロールを押しながらこちらのカラーランプをクリックしてあげると見やすくなるかなと思います。スケール調整してあげるとこんな感じでゆらゆらと動きながら形が変わってくるかなと思います。乗算の値もうちょっとだけ大きくしてあげると分かりやすいかなと思います。乗算の値はシフトを押しながら調整してあげると細かく調整ができていいかなと思います。スケールを100にしてこちらの値を 0.2 にしておきました。元の表示に戻すためにシフトとコントロールを押しながらプリンシプル BSDF をクリックしましょう。あとこれかなりツルツルした素材なので、このハイライトの形が一定すぎてちょっと面白くないかなと思うので、表面の質感を変えていきましょう。シフトプラス A からベクトルの中のバンプと、こちらのノイズテクスチャをシフトコントロール D で複製してあげましょう。係数と高さ、ノーマルとノーマルをつないでおきます。ちょっとザラザラしすぎているので、バンプの強さを下げていきましょう。0.1 ぐらいでいいかなと思います。こんな感じでハイライトの形が変わってきたかなと思います。ちょっとガタガタ感が強すぎるのでもうちょっとだけ形を変えていきましょう。こちらのノイズテクスチャの粗さという値を上げていきます。0.9 ぐらいまで上げておくとかなり細かいノイズに変わるかなと思います。今回はこちらの50、15、0.9 の値に設定してみました。これでアイスキャンディのマテリアルは完成しました。では続いてこんな感じの木の棒を作っていきましょう。選択したら新規をクリックします。まずは木目を作っていきたいと思います。こちらがちょっと邪魔で見にくいので H で隠しておきましょう。シフトプラス A からテクスチャの中のノイズテクスチャとコンバーターの中のカラーランプ、入力の中のテクスチャ座標を選択します。生成とベクトル、係数と係数、カラーとベースカラーをつないであげましょう。そうするとこんな感じの細長いノイズができると思います。ちょっとだけ歪みを加えて木目っぽくしていきたいので、こちらの歪みの値を2ぐらいまで上げておきましょう。あとはカラーを変えてあげます。黒い方はちょっと茶色めな感じで、もう片方の色はちょっとだけ明るい黄色のような感じにしていきます。黒い部分を減らしたい場合は、こちらのカラーランプの明るい方のカラーストップを左に寄せていくと、こんな感じで色合いが調整できると思います。では、あと質感をちょっとだけ加えていきましょう。シフトプラス A からベクトルの中のバンプを選択。ノイズテクスチャをシフトプラス D で複製してオブジェクトとベクトル、係数と高さ、ノーマルとノーマルをつないでおきます。ノイズテクスチャの歪みを0まで下げたら細かさを15まで上げて、粗さを 0.8 まで上げて細かくしていきます。バンプの強さを下げていってノイズを薄くしてあげましょう。ちょっとだけ質感が残っていればいいかなと思うので、強さは 0.1 ぐらいでいいかなと思います。
あとはそこまでこの棒はツヤツヤしていなくてもいいかなと思うので、こちらのプリンシプル BSDF の粗さを 0.8 まで上げておきます。これでアイスキャンディーの棒も完成しました。キューブを再表示させたいので、こちらのアウトライナーの目のマークをクリックして元に戻しておきましょう。では今度こちらを複製して違うカラーを作っていきましょう。2つシフトを押しながら選択したらシフトプラス D、GX で右側に移動していきましょう。ではこちらの色を変えていきたいと思います。このまま変えてしまうと両方とも色が変わってしまって困るので、こちらの新規マテリアルをクリックしてマテリアルを複製してあげましょう。本体の色を変えるときはベースカラーにつながっているカラーランプのカラーを変えてあげましょう。特に決まった色はないのでお好みで変えてあげてください。カラーランプの左右を調整してあげるとカラーバランスも簡単に変えることができます。こんな感じでできたらもう1種類作っていきます。シフトプラス D で複製して適当な位置に移動してあげたら、また新規マテリアルをクリックして複製してあげます。また色を変えていきます。こんな感じで完成しました。今光っている部分が全て同じ場所にあると思うので、これを散らしていきたいと思います。ボロノイテクスチャにつながっているマッピングの位置の X か Y、Z どれでもいいので変えてあげると、こんな感じでキラキラの位置が移動していきます。見やすくするとこんな感じですね。これでお好みの位置に変えてあげてください。あとはこの色が変わっている部分も全部一緒の場所にあるので、それも嫌だという場合はこちらのマッピングをシフトプラス D で複製して、このテクスチャ座標とノイズテクスチャの間に入れてあげて、さっきと同じように位置を変えてあげるだけで簡単に変えることができます。こんな感じでアイスキャンディーが3つ完成しました。ではレイアウトの方に戻っていきましょう。では今度こちらのアイスキャンディーを並べてカメラを配置していきたいと思います。今回上から撮った感じにしていきたいので、点キーの7を押して上からの視点に切り替えたらシフトプラス A、 カメラを選択します。こんな感じで平面の下にカメラが出てきていると思うので GZ で上に上げていきます。点キーの0を押してカメラのビューに切り替えましょう。こちらのアイテムのトランスフォームの位置の Z の値を調整してあげると、こんな感じで近づいたり離れたりすることができます。続いて今度はこちらのアスペクト比を変えていきたいので、出力プロパティの解像度を調整してあげましょう。両方とも1920に変更しておきます。またカメラの位置を調整していきます。今回はこんな感じに傾けて並べていきたいと思います。全部30度ぐらい回転していきましょう。まず2つ選択したら RZ30 で回転。同じようにこちらも RZ30。こちらも同じように RZ30 で全て30度回転しておきます。ちょっと近すぎたかなと思うので左右を離しておきます。そうしたら今度6つすべて選択したらシフトプラス D で複製して移動していきます。Y を2回押すとこんな感じで移動できるかなと思います。またシフトプラス D で複製して Y を2回押してこんな感じで移動していきます。カメラの位置もうちょっとだけ調整していきます。こちらとこちらにアイスキャンディーを置いていきたいので、下側の方はこちら2つ選択して GX で左側に移動していきます。こちらに関してはこの影がこの絵の中に映っているので、こちらを選択したらシフトプラス D で複製して X で右側に移動していきます。こんな感じで配置できれば OK です。ではコンポジットの設定もしていきましょう。コンポジッティングを開いたらノードを仕様にチェックを入れていきます。レンダリング後の画像のノイズを取り除いていきたいので、ビューレイヤープロパティからデノイズデータにチェックを入れておきます。シフトプラス A、フィルターの中のデノイズを選択したらレンダーレイヤーとコンポジットの間に入れていきましょう。デノイジングノーマルとノーマル、デノイジングアルベドとアルベドをつないでおきます。あとはレンダリングした画像の色を調整するためのノードも加えていきます。カラーの中の露出と輝度コントラストを選択してこんな感じで挟んでおきましょう。あとは出力の中のビューアーも選択してこちらの後ろの画像と画像もつないでおきます。ではここまでできたらレンダリングしていきましょう。レンダープロパティを開きます。レンダーエンジンはサイクルスで最大サンプル数は128に設定しています。では F12 を押すかレンダーの中の画像をレンダリングでレンダリングしてあげましょう。レンダリングが終わったのでこちらは最小化で隠しておきます。では色を調整していきましょう。V を3回ぐらい押してこちらの画像を小さくしていきます。
Alt とマウスの中ボタンを長押ししながら左に持っていって邪魔じゃないところに置いておきましょう。まずは露出を上げて明るくしていきます。今回は 0.5 から1ぐらいの間がいいかなと思います。続いてコントラストを調整していきましょう。今回はイラスト調にしていきたいのでコントラストが強めでもいいかなと思います。今回は10に設定してみました。コンポジットの設定が終わったらこちらの最小化したウィンドウをまた開いてきて画像の中の保存や名前を付けて保存で保存してあげましょう。消しちゃった場合はレンダリングタブを開くとこちらにも表示されると思うのでこちらの画像から保存してあげてください。以上で今回のチュートリアルを終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。ファンボックスで今回作ったファイルを配布しているので自分のパソコンでじっくり見たいという方は概要欄の URL から飛んでみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。